どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。9月22日金曜日に iPhone 15シリーズが発売されました。今回は iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max の4機種が発売されましたが、僕はこちらの iPhone 15 Pro Max を選びました。先ほど届いたんですけど、これ今ね触ってるだけで本当ワクワクしますね。これはめちゃめちゃ高級感あってかっこいい iPhone なんですが、今日はまずこの iPhone 15 Pro Max のファーストインプレッションをお届けしたいと思います。 iPhone 15になってカメラ機能がまたぐっとパワーアップしたので、個人的にはこのカメラ機能を YouTube の Vlog 撮影とかにね活かしてみたくて、その実用性を確かめる意味でも15 Pro Max にしましたが、僕の動画を見てくれている視聴者さんはそこまでねハイスペックなカメラばかりを期待している感じでもないかなとも正直思いますので、普段使いとしての iPhone 15 Pro Max のレビューもできたらなと思っています。今日は本体のデザインを詳しく見ていくのと、持った時の重さとか、あと実機を手にして分かったことをいろいろお伝えしたいのと、あとこのカメラ性能もちゃんとチェックしていきたいと思います。はい、そういったわけで届いたばかりの iPhone 15 Pro Max のファーストインプレッションいってみましょう。まず本体デザインを見ていきます。外観から見ていきましょう。今回購入したのが iPhone 15 Pro Max のブラックチタニウムです。このフレームにチタニウムを採用していても見てすぐおってなる高級感がありますよね。細かなブラシ仕上げされているので、触り心地も結構いいですし、もう本当にとても美しいです。やっぱりチタンを使ったガジェットってかっこいいんですよね。もう毎日使うものなので、こういう手に持っていてテンションが上がるものっていうのはやっぱ嬉しいです。でこのエッジ部分少し丸みがあるんですけど、分かりますかね。少し丸みがあるんですけども、これすごくいいと思いました。今までずっとこちらの iPhone 14 Pro を使っていたんですけども、この14 Pro に慣れていたからか、このエッジの丸み、これがすごい新鮮に感じます。あとこのエッジが丸いのですごく手にフィットしますね。この14 Pro の方は角張ったデザインで、これはこれで好きだったんですけど、やっぱり指を当てている時、長時間持っていると指とかこの手のひらとかこういうところ当たってるところが結構ちょっと痛くなる感じもあって、少し気になる時もあったんですけど、すごく痛くて持ってられないってほどじゃないんですけど、当たってるなという感じがあるといえばあったんですよね。でもこの15 Pro Max はそういう当たる感じも全然なくて、スッと手に馴染みます。これ見た目は美しいですが、強さもあって航空宇宙産業レベルのチタニウムを使ってるってことなので、かなり丈夫そうですしこの安心感と美しさを兼ね備えたフレームって感じですよね。で背面はこんな感じです。スマホで最も頑丈な背面ガラスを採用しているということで、傷つきにくい安心感もあるし、ここも高級感あって美しいですね。めちゃめちゃ綺麗ですよね。あと背面にこちらのカメラのレンズがついていますけど、このカメラレンズも思ったよりすっきりまとまってるなと思いました。プロマックスは光学5倍ズームで撮れると言いましたが、これは焦点距離だと 120mm なんで、レンズが出っ張ったりするのかなとか思いきや、こんな感じでかなりレンズもすっきり出っ張ることもなくすっきりまとまっています。でこの焦点距離は本来これミラーレス位置がこちらありますけども、本来このセンサーからレンズの先端、ここの幅っていうのを表すんですけど、これが 120mm なので 12cm の長さが必要になるということなんですよね。でもこのiPhone 絶対 12cm ないじゃないですか。この iPhone とかこれはAndroid とかもそうなんですけど、取り込んだ映像を内部で反射させることによって距離を稼ぐっていうやり方をして、この薄い端末内でもそういった焦点距離っていうのを実現させてるんですけど、ただこれも今までだったら 1,2 回くらいの反射をさせるのが一般的だったんですが、この iPhone 15 Pro Max はこれを4回反射させるというテトラプリズムというのを採用していて、これによって 120mm という本当異常な望遠機能をこの薄さに収められたということですね。これかなりすごいことだと思います。光学5倍 120mm の焦点距離を持ったこのカメラレンズ、そういったカメラレンズを備えた背面で、あとディスプレイですね。ディスプレイはこれ iPhone 14 Pro から引き続きといった形ですけど、セラミックシールドを採用していて、こちらもかなり頑丈なようです。これだけ本体頑丈な作りなので、重さはどうかなというところですが、チタニウムを採用しているのでかなり軽くなってます。
最初この箱からね取り出した時に結構おってなりました。めちゃめちゃ軽いんですよね。 iPhone 15 Pro Max は 221g なんですけど、今まで使っていたこちらの iPhone 14 Pro、 これもね 206g あるんですよね。 iPhone 15 Pro Max と iPhone 14 Pro の重さ、その差はわずか 15g です。 15g ってだいたいね32円ぐらいの重さなんですよね。なのでここに32円ありますけど、これで同じ重さです。今まで iPhone 14 Pro を使っていた僕としてはね、あんまりね重いっていう感じはねなかったですね。ほんと軽いですよ。で、あとサイズですが iPhone 15 Pro Max は縦 159.9mm、 横 76.7mm なんですけど、これもね iPhone 14 Pro と比較してみると iPhone 14 Pro が縦 147.5mm、 横 71.5mm なので、本体サイズは縦 12mm、 横 5mm 程度の差なんですよね。こう並べてみるとね、もちろん差はあるんですけど、でもね横幅とかこう 5mm しか差がないんで、そんなに大きいって感じもしないんですよね。で、実際これもこう持ってみると、僕ね手がそんなに大きい方じゃないんで、ちょっとねどっちも大きく見えちゃうかもしれないんですけど、どうですかね。持ってみたらもちろんね差はありますよ。差はあるんですけど、めちゃめちゃ iPhone 15 Pro Max 大きいなって感じもしなくないですかね。例えば今12 mini とか SE を使ってる方が急にね Pro Max を持ったらさすがに大きく感じるとは思います。でもね、僕昨年12 mini からこの14 Pro に変えたんですけど、そのね大きさ、これもね結構差はあったんですけど、この大きさの違いはね割とすぐ慣れましたからね。なのでミニからプロマックスに急に変えた時にねどれぐらい差を感じるかわかんないですけど、実際使ってみたらね意外とすぐ慣れるんじゃないかなって気もします。それぐらいねサイズ感も思ったより大きすぎないなっていう風な印象です。で、サイズは大きすぎないんですけど、ディスプレイがねめちゃめちゃ広々なんですよね。で、これも14 Pro と比較してみていただきたいんですけど、こんな感じでちょっと分かりにくいですけど、ベゼルが14 Pro よりさらに薄くなってるんですよね。本体サイズはこういう風に大きく変わらなくても大画面で見られます。画面の大きさは一目瞭然ですよね。めちゃめちゃ広々見られます。で、15 Pro Max はこういう風にねかなりベゼル薄いんですけど、このダイナミックアイランドの上のここの部分ですね、ここに実はねマイクとスピーカーが内蔵されています。ほとんどね見えない極細なんですけどね、ここについてるんですよね。この辺りもマイクとかスピーカーとかを埋め込んでるのに、こんなにね画面が広々というのも細かなところですけど、細かなところこそねすごい進化を遂げてる感じしますよね。このおかげでねほんと画面が広々見られます。この画面の広さはこう比較した時にね圧倒的に広い大きいなという風にね感じますね。本体サイズはそこまでの差を感じないけど、画面サイズは大きな差を感じるというね、これもう最高ですよね。続いて本体の周りのボタンとか端子も見ていきましょう。まずフレーム部分、こちら側には電源ボタンですね。電源ボタンがこちら側についています。そして反対側には音量ボタンがついていて、その上には今回から新たに備わったアクションボタンがついています。ここにはねいろんなアクションが設定できるので、今までみたいに消音モードにしてもいいし、カメラの起動とか翻訳アプリの起動なんかもね設定することができますし、あといいのがねショートカットアプリを設定することができるんですよね。ショートカットアプリで設定したショートカットをここに割り当てることによって自分で設定したショートカットを立ち上げることができます。僕はねここに Wi-Fi キルスイッチをね設定してみようかなと思っています。Wi-Fi キルっていうのは外歩いてる時に拾えそうで拾えない Wi-Fi の電波とかあると思うんですよね。そこにね iPhone が接続しに行こうとするとネット接続がね不安定になったりもするんですけど、ああならないように強制的に Wi-Fi をオフにするショートカットですね。今までね14 Pro の時はここ背面をね3回タップすると Wi-Fi キルがね発動するようにとかしていたんですけど、それをねこのショートカットにね割り当てようかなとか思っています。ただね iPhone 15 Pro Max 購入しましたので、また近々 iPhone 15 Pro でやっておくべき設定なんかもねまとめようと思ってますので、よかったらねチャンネル登録してそちらの情報をお待ちいただけたらと思います。今後アップする動画をね参考にしていただけたら嬉しいです。はい、そして本体下部にはこちら今回から新たに搭載された USB-C コネクタがあります。iPhone ユーザー待望の USB-C ということで、みんなもうライトニングと Type-C2 本使わなくて済むぞってね盛り上がってニュースなんかでも取り上げられるぐらいねやっとっていう感じだったんですけど、正直ね個人的には Type-C になってもケーブル2本持ち歩かなくて済むぞみたいなね、そこのところあんまテンション上がってなくて、っていうのは例えば家で充電する時とかも iPhone 14 Pro とMacBook Pro とかこの2台をね結局こうケーブル同時にね2本使うことって結構あったんですよ。
なので同時充電するとね、結局2本になったりしていたので、これが Type-C になったところで Type-C が2本になるだけなので、あんま変わらんしなとかね思っていました。ただ Type-C になったことでできることはね、格段に増えるんだなって考えると、なかなかね夢が広がるコネクタだなとね今更ながら思いまして、今になって Type-C コネクタに変わることで喚起するね意味が分かってきました。これによってね充電スピードも速くなりますし、 PC につないだ時とかデータ転送もね格段に速くなります。あとこういう風に USB-C から AirPods とか Apple Watch に充電することもできます。ちなみに iPhone 15 Pro シリーズ、iPhone 15 Pro と iPhone 15 Pro Max の転送速度は USB-3 なので毎秒 10GB まで出るんですけど、無印の iPhone 15と iPhone 15 Plus は USB-2 なので、コネクタの形は Type-C ですが転送速度はライトニングと実は同じです。なので無印の iPhone 15を検討される方はね、この部分はね注意してください。あとこの Type-C になったことで拡張性がね一気に広がりますよね。転送速度も速いので、外部の大容量 SSD をつなげば、プロレスで撮影した大容量の動画ファイルであれば直接記録することもできるんですよね。あと外付けディスプレイをつないだり、外付けマイクをつないだりすることもできます。このように USB-C でつなげられるデバイスが一気に増えるのは結構嬉しいですし、せっかくなんでね活用していきたいですよね。 iPhone 15 Pro Max を中心に撮影機材を揃えていけば、今までミラーレス一眼がないと撮れなかったような高品質な Vlog なんかもね撮れそうです。あと気になるのがバッテリーだと思いますが、 iPhone 15 Pro Max は最大29時間のビデオ再生ということで、 iPhone 15 Pro や iPhone 14 Pro は最大23時間のビデオ再生なので、それよりねさらにバッテリーの持ちは良くなっているということになりますね。これだったらね一日中使ってもモバイルバッテリーの力をね借りなくても大丈夫なんじゃないかなと思ってます。そんなわけで iPhone 14 Pro から iPhone 15 Pro Max に変えたことで大幅にスペックアップしてやれることも格段に増えたし、ディスプレイも大きくなったのに手に持った時のサイズ感、重さは大きくも重くも感じないというね理想的な機種変ができました。いやね、これから使うのが楽しみです。でここからはカメラ性能も見ていきましょう。 iPhone 15 Pro Max もレンズがこういう風に3つついていて、選べる焦点距離画角は7つあります。1200万画素の超広角カメラによるマクロモードと 0.5 倍の 13mm、 4800万画素のメインカメラ、こちらは 24mm、28mm、35mm から選べます。さらに1200万画素の望遠カメラ、こちらは2倍ズームの 48mm と5倍ズームの 120mm から選べます。この7つの焦点距離が選べて、それぞれの焦点距離の間を例えば 1.5 とか 3.1 とかってところは電子ズームで補完する形になっています。まだ少ししか撮影できていないですが、手ブレ補正の機器とかもね非常に良くてカジュアルにサクッといい写真が撮れます。ちなみにメインカメラのデフォルトの焦点距離はね指定することができるので、普段 35mm を多用するよとかだったらカメラの設定から 35mm をデフォルト設定しておくと楽だと思います。先ほどそれぞれのレンズの焦点距離の間を電子ズームで補完するというお話をしましたが、これをねちょっと見てみてください。14 Pro の電子ズーム5倍と15 Pro Max の光学ズーム5倍、この写真を比べていますが、同じ5倍でも光学ズーム5倍の方がデジタルで保管をしていない分綺麗ですよね。ノイズも少なく輪郭もねはっきりしているのがわかるかと思います。逆に3倍で比べてみるとこれもわかりやすいんですけども、14 Pro の光学ズームの3倍と15 Pro Max の電子ズームの3倍、3倍だと14 Pro の方がね綺麗ですよね。光学ズームがいかに綺麗かというのと、電子ズームでいかに劣化してしまうのかっていうのが分かっていただけるんじゃないかなと思います。ここが一眼カメラと違うところで、例えばミラーレス一眼またね登場しますけど、これタムロンの 28mm、200mm というレンズなんですが、これねこういう風に回すと伸びますよね。こういう風に焦点距離が物理的に変えられるんですよね。この一番短いところで 28mm で、一番長いところで 200mm ってなるんですけども、こういう風に物理的に変わるので 28mm から 200mm の間どこに合わせても全部これ光学ズームってことになりますよね。物理的に変えているので、電子ズームではないので画質の劣化っていうのはないんですよ。それに比べてどうしてもね iPhone だとこの焦点距離っていうのはデジタル処理で保管しているので、どうしてもねこの光学ズーム
ムではない中間の値っていうのを設定してしまうと画質はね若干は落ちます。それでもねあれぐらい綺麗なので、十分ね普段の使用には耐えられるかなというところではあるんじゃないかなと思います。でもねやっぱりより綺麗に撮りたいっていう要望はあると思いますので、15 Pro と15 Pro Max のカメラで悩むのであれば、15 Pro の方が光学3倍の 77mm で15 Pro Max が光学5倍の 120mm なので、どちらの使用頻度が高くなりそうかっていうのを検討するといいんじゃないかなと思います。個人的には3倍より5倍のレンズを使うことが多そうなのと、3倍が綺麗に撮れないなら2倍で撮ればいいかな、2倍でねちょっと寄って撮ればいいかなと思ってるので、そういった意味でもね MAX にしました。ちなみに MAX だと最大25倍までデジタルズームができます。デジタルズームなのでもちろんね画質は若干落ちるんですけど、他の iPhone では撮れない絵が撮れます。あとポートレートモードに関してですが、14までは写真を撮るときに写真かポートレートっていうのを選んでから撮っていたと思うんですよね。これが iPhone 15シリーズからは人物や犬猫を撮るときには写真モードで撮っても後からポートレートモードで撮った写真に切り替えることができます。フォーカスとか F 値を変えてピントが合ってるところとかボケ具合を撮影後に調整できるってことですね。なので撮影時にこれは写真モードで撮ろうかポートレートで撮ろうかとかね迷わなくてもいいので、これね結構助かると思うんですよね。このあたりもね一眼カメラではできないところなんじゃないかなと思います。この通りねボケもかなり自然です。 iPhone 12とかの頃のボケ具合ってねちょっと不自然になることがあって、輪郭がちゃんとトレースできていないとかちょっとね滲んだように見えてしまったりしていたんですけど、このボケの部分とかも14 Pro ぐらいからですかね結構自然になってきて、でこの15 Pro Max だともうほんとミラーレス一眼と遜色ないくらいね自然なボケ具合になってると思います。写真はこんな感じで、続いて動画も見ていきましょう。 iPhone 15 Pro シリーズはね動画撮影機能がもうシネマカメラみたいになってきましたね。ログ撮影ができたり、プロレスだったら外付けの SSD に直接書き込むことができたり、もう年内には空間ビデオの撮影もできちゃうってことなので、もう来るとこまで来たなって感じなんですが、普段使いする方にはちょっとオーバースペックかなとも思います。プロ仕様のカメラにはそんな興味がないよという方もね結構いらっしゃるんじゃないかなと思うので、今日はね普段使いする上で画質がどうかなというのをねレビューしていこうと思います。動画の細かな検証はまた後日やりますので、今日の動画では 4K30fps で撮った映像をね見ていただけたらと思います。 4K なんですが手ブレを抑えるアクションモードをオンにしているので、実際はクロップされて 2.8K になってます。こんな感じで階調もね綺麗だし、画質めちゃめちゃいいですよね。あと夜景も撮ってみましたが、ここねちょっと気になったのはゴーストはね軽減されてるというふうにも言われているんですけども、やっぱりねちょっとはゴースト出ますね。こんな感じでこれもね街灯とかの光が差し込む角度とかを調整すればある程度避けることはできそうなんですが、あんまりその辺ね考えずにサクッと撮ろうと思ったらこういうふうにねゴーストはね若干入ってしまったりっていうのは正直あるようです。あとこちらも3倍ズームで iPhone 14 Pro と比べてみました。動画でもやっぱりデジタル補正をかけた iPhone 15 Pro Max の3倍より光学3倍の iPhone 14 Pro の方がね綺麗ですね。続いて5倍ズームで見てみましょう。こちらもやっぱり光学5倍の iPhone 15 Pro Max の方が綺麗なんじゃないかなと思います。このようにね動画も光学ズームで撮った方がやっぱりね綺麗に見えるんじゃないかなと思います。皆さんにはどう見えたでしょうか。カメラに関してはもっとね細かくいろんなシチュエーションで撮って検証してみようと思ってますので、検証してほしいことなんかねもしありましたら、カメラに限らず iPhone 15 Pro Max についてですかね、いろいろ質問などありましたらぜひコメントをお寄せください。そういったわけで今日は届いたばかりのこちら iPhone 15 Pro Max のファーストインプレッションをお届けしました。近々ねこのカメラ機能を深掘りした動画であるとか、あとは iPhone 15シリーズと一緒に使うべきアクセサリー、周辺機器なんかもまとめて紹介予定ですので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちください。ベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もし今日の動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。